皆様こんにちは、米谷彩子です。今日はオクターブについてお話ししたいと思います。オクターブはどんな文明でもあります。ちょっと唐突になりますけれども、私は今の教えている University of Central Florida という大学でオーナーズの生徒のためにインターディシプリナリーのコースで Music and Brain というコースを教えてるんですけれども、その中でもそのメソポタニア文明、もっとずっと昔ですけれども、そのメソポタニア文明でさえオクターブの概念、彼らはとても音楽の理論について進んでいたようで、5度の概念もありましたし、ほとんどどの文明を見てもオクターブという概念はあります。例えば4万5,000年前に動物の骨から作った笛に穴が開いてるんですけれども、それもオクターブに近い音が出るっていうことが分かっています。ということで、オクターブっていうのは私たちにとってすごく自然な音なんではないかと思います。その分余計私たちバイオリンの奏者としてオクターブっていうのは気をつけなくちゃいけない重音の一つだと思います。それでオクターブについて話したいって、別にオクターブについての理論じゃなくてオクターブの練習について話したいんですけども、オクターブができるっていうことは特にバイオリニストにとって重要です。重音の中で例えば3度から6度とか10度とかありますけども、オクターブが一番基本的で一番重要です。これができることによって各ポジションのフレームっていうか、この指の形がわかるからなんです。ちょっとわからにくい表現になりましたけれども、指板っていうのはこの指板ありますけれども、高いポジションになってくるとどんどん狭まってきます。ただオクターブの練習をしていくと、どれぐらい狭めればいいかっていうか、自分の指のパターンを練習することになるので、自然にこの時にはこれぐらい開く、これの時にはこれぐらい、これが一つの単位として、一つのパターンとして覚えられるようになるので、それが逆に言えばパターンで弾いてないでいちいち音を指で折っていった場合には、いつまでたっても音程が安定しないということになります。だからこのオクターブの指の形っていうのを覚える、体で覚えるっていうのはもう必須のことだと思います。まずはじめにオクターブでは一音一音アルペジオのように弾いてみましょう。それでオクターブとして弾いた時に、あたかも一音の音が鳴ってるよう共鳴するように音程を聞いてください。この音程が狂ってると、こっちでピンってワワワワワワっていう似たような音のウェーブが、例えばソとソなんですけどちょっと違ってる。例えばこれが440、だいたい440だとして、440を取るっていうことは880じゃなきゃいけないんですけど、例えば440だとして、これを882ぐらいで弾いてしまうと、聞こえますか？ワン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 。これが例えば少し上が高くなってくると、似たような、これがこういうオクターブっていうのはこれに、それのオクターブ上っていうのはこういうあれがこことここがぴったり合わなくちゃいけないんですけど、それが少し合わないと似たような音形が出てきますから、それが振動するんですよね。そうすると聞こえますよね。ワン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 とか、あわわわわわわ、もちろんこれはめちゃくちゃ音程が狂ってるわけなんですけど、それが聞こえなくなるように、ほとんど全く同じ音が聞こえるまで
自分できちっと聞いてみましょう。こう例えばちょっと狂ってて、それでピタッと合うとこう急に静かになった、そんな感じがします。それからオクターブを弾いてる時にどうしてもこういう風にしますから力が入っちゃう人がいるんですね。だからそれでオクターブを弾いていてもそんなに握りしめないで中の指が独立して弾けるようなことも大切です。セブシックがこんなエクササイズを出してます。幅がだんだん狭くなっていくことを体感するにはこんなエクササイズもあります。だんだん狭くなっているのがわかると思います。プロイチェルの25番はただのアルペジオのなんですけれども、最初は生徒たちにいつもそれがすごく弾けるようになって、このパターンができてきてからアルペジオをするように言ってます。それができたらそんな練習をしてみられたらいいと思います。今日はオクターブの練習についてでした。ではまた次回にお目にかかりましょう。